こんにちは。シュタインバッハ大学の石川です。ウクライナ北東部ハルキウ州の最前線クピャンシクで、ロシア軍が兵力4万人、戦車500両、装甲車600両、榴弾砲数百門を集結させていると観測されています。アメリカのメディアフォーブスが2月3日に報じました。今日はこのことについてお話しします。ロシア軍が兵力4万人、戦車500両、装甲車600両、榴弾砲数百門を集結させていると観測されているのは、ウクライナ北東部ハルキウ州の最前線クピャンシクです。この映像は2月4日に撮影されたウクライナ北東部のクピャンシクの街の状況です。ロシアの空爆によって市街は荒れ果てていると述べられています。道路には巨大なクレーターができています。この映像は2月6日に SNS にアップされました。ウクライナ軍第37大隊の兵士が届いたゴムタイヤを前にしてタイヤを寄付してくれたビーハイブ財団に感謝している様子です。タイヤはかなり古そうではありますが、ありとあらゆる物資が不足しているクピャンシクでは重要な物資の一つです。そして物資の中で最も不足しているのは弾薬だといいます。物資が欠乏しているクピャンシクのウクライナ軍に対して、クピャンシク東側のロシア軍占領地域側では、ロシア軍は大量の軍需物資と兵力を集積させているという観測が高まっています。アメリカのメディアフォーブスによれば、ここにロシア軍はロシア軍兵力4万人、戦車500両、装甲車600両、榴弾砲数百門を集結させているといいます。ウクライナのメディアゴルドンの2月5日の報道によりますと、クピャンシク方面にロシア軍が兵力4万人、戦車500両などを集結させているという報道について、ウクライナのハルキウ地方国家行政長官は次のように述べました。ロシア軍占領者らは2022年秋にウクライナ軍がハルキウを奪還してロシアの占領が解除された後も、ハルキウ州のクピャンシク方面をロシアは奪い取るという野心を捨てていません。ハルキウのクピャンシク方面はロシア軍にとって物流上、兵站上重要な方面だからです。だからこそロシア軍はありとあらゆる兵器を使ってクピャンシクを毎日砲撃しているのです。ここ半年以上、クピャンシクではロシア軍は激しい攻撃を行ってきています。しかし、ウクライナ軍は常に防御を強化しています。ウクライナのハルキウ地方国家行政長官はこのように述べました。クピャンシク方面を守るウクライナ軍側は、北側には第3戦車旅団、南側には第4戦車旅団が配置され、おそらく2万人の兵力と戦車数百両がいるとされるものの、戦おうにも弾薬が不足しているとフォーブスは書いています。ウクライナ軍の弾薬不足はロシア側も十分把握していて、この機にウクライナ軍の2倍の兵力を集積してクピャンシクに大攻勢をかけ、ロシア大統領選が行われる3月までにクピャンシクを奪い取ってその戦果をプーチン大統領に贈呈することをロシア軍は最大の目的としているようです。ウクライナのメディア 24TV の2月1日の報道によれば、ウクライナのルステム・ウメロー国防相は、ウクライナ軍が今直面している武器不足の危うさについて、同盟国友好国に書簡を送ったということです。ウクライナは 1500km という長大なる最前線を持っていますが、その1500キロもの前線で1日に発射できる砲弾は2000発にも届きません。1日にウクライナ軍が発射しているこの砲弾の数は
ロシア軍がウクライナで発射している1日あたりの砲弾の数の3分の1以下だということです。つまりロシア軍は砲弾の質はともあれ、ウクライナ軍の3倍の量、1日に7000発ほども砲弾をウクライナ軍側に撃ち込んでいるのだといいます。ウクライナのウメロウ国防相は次のように述べています。通常、戦闘で最も多くの弾薬を持っている側が勝利します。そしてウクライナ軍の弾薬不足は、日に日にその深刻度を増しています。ウメロウ国防相はその書簡の中でこう語り、砲弾をウクライナに緊急に送ることを要請しました。今日はここまでにします。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンもお願いいたします。それではまた。